はい、こんにちは。MD ジャックです。愛です。耳の妖精、ミミです。はい、今回のレビューは、7Hz タイムレス2プレイナードライバーモデルです。音質や丸いデザインが印象的で非常に楽しみです。7Hz は過去にサルノーツゼロやディオコなどの人気モデルをリリースしており、信頼性は高く、個人的にも好きなブランド。タイムレス2は発売が延期になっていたようだけど、ようやくリリースされたんだな。昨年プロトタイプが出ていたようですね。あ、そうなの？全然知らなかった。時間の経過に影響されず、常に新鮮さや価値を保ち続け、年月を経てもその価値が変わらないものをタイムレスって表現するんでしょ？なんかかっこいいね。そうね、ミミーちゃん、たまにはいいこと言うわね。たまには余計だよ。初代タイムレスは手元にないけど、タイムレス2の音質の特徴をしっかりお伝えできるといいね。だよね。じゃあ、張り切っていってみよう。まず価格、3万円台中盤。安くはないけど、7Hz が気合い入れて完成させたモデルだからね。視聴の第一印象どうだった？さすが、という感じ。それだけ？音質については後でね。14.5mm の大きめダイヤフラムで両面コーティング。これは初めてらしいですね。新しいダイヤフラムは特殊な銀合金のコーティング技術で表面張力を大幅に向上させているんだそうで、この革新によって音質が向上しているとのこと。アコースティックドライバーエンクロージャーが再設計されていて、ダブルアコースティックリアベンティングシステムによって耐久性も向上しているということだ。とても頑丈でより精密なチューニングが可能になったんですね。外観はフェイスプレート側が丸く三角形を組み合わせた立体的なデザインで、光の反射で印象が変化します。片側 5.5g と軽く、サイズは厚みがあまりないのが特徴だと思いました。装着感大丈夫？デザインと機能面が両立していて、ピタッと耳に収まる感じ。厚みが 20mm 切ってて密着感あるのよね。そういえばバンドルケースがフェイスプレートと同じデザインっていうのもされてるよね。こういうこだわりは素敵よね。チューナブルノズルが開封時装着されているものを含め4種類バンドルされています。この違い、まず波形で比較してみました。へえ、一番変化があるのは 2kg 付近を中心とした部分なんだ。あと 10kg 過ぎのとこか。結論から言うと、自分の場合は開封時に装着されていたノズルが一番印象良かった。広がりと分離が一番だったかな。広域、ハイハットが金属的に感じた。このノズルは 2kg あたりが一番絞られて、ここでは合わせてるけどレベル自体が下がった。ハイハットの感じはこっちの方がいいかな。ボーカルが細くなって視察音が少し気になった。次、ゴールドの高音ノズルは 2kg あたりが一番出ているので、ボーカルが前に出て滑らか。広がりはあるけど丸みを帯びて奥から出ている感じ。次のシルバーの高音ノズルはバランスが低域寄りになった気がする。厚みは増したけどボーカルは引っ込んだ感じ。サウンドステージが狭まって直線的に感じた。私にはこれが一番合ってたけど、これだけバリエーションがあれば多くの人の好みにマッチしそうだと思う。今回のサウンドチェックはこの2モデルとの比較にしたよ。価格帯は違うんだけど、プレイナーモデルという点では同じ。事前に重ねた波形を見てもらおう。タイムレス2は開封時に装着されてる、個人的に一番印象の良かったノズルね。PRX の低域から 500Hz ぐらいまでが似てるのね。あと 3kg から 5kg あたりも密集してるから似た感じかな。そうだね。ケーブルは4芯の長いの単結衝動バンドルケーブルを使うのね。付け替え可能なジャックデザインで外れないよう外側カバーで固定できるのいいよね。そうね。じゃあサウンドチェックいきましょう。音量上がります。
なるほど。S08 の低域が重たい感じなのは波形通りでした。一方、PRX とタイムレス2はやはり低域の感じが似た印象でした。波形も似てたからね。PRX の攻撃が軽めに感じたんだけど、7キロあたりや10キロ以降の出方によるものなのかな。それプラスタイムレス2を音調整の基準にしている差分もあるけど、この辺の帯域の密度の違いもありそうだね。あとは、階層感の違いというか、タイムレス2が一番鮮明に感じたように思います。そうだな。チューニングの違いだけではない感じがしたよね。1万円以下の PRX は価格差が結構ある割に頑張ってる感じがした。1万円台後半の価格帯代表で登場してもらった S08 はもともとチューニングの傾向が違うのは見てもらった通り、低域寄りのバランスなのが結構支持されているみたい。最後はタイムレス2を聞いた印象だけど、やっぱり開封時に装着されたノズルが一番好みなんで、これをベースにするけど、低域どっしりと書いたけど、バランス的にはそんなでもなくて、あくまで聞いた印象ね。中域をそれなりに落としてるから、低域が目立つんだろうね。200Hz ではレベルが基準ラインより下になっていることもあって、もわっとしない低域って感じ。ボーカル、メロディーはこの帯域をしっかり出しているのと、チューナブルノズルの調整次第ですかね。そういうことになるね。それと3から5キロを控えめにして調整しているんで、ボーカル、メロディーが前へ出過ぎないっていうのも特徴だと思う。臨場感があって定位がはっきりしていて、空間の広さがよくわかる。透明感を感じるなぁと思いながら視聴してたよ。バックの音がメロディーを囲むように左右の定位をしっかり使ってる感じが心地いい。私は視察音ちょっと気になったんだけど、5キロ過ぎからレベルが上がってきているんで、気になる場合はやっぱチューナブルノズルで調整かな。これ使うといいかも。ハイハットの金属っぽい質感が強調されている感じですが、愛はリアルで結構好きです。あと、スネアもちょっと金属的でした。好みの分かれるところだね。気になる場合はこれもチューナブルノズルで調整ってことになるね。入手したら楽しみながら自分の好みを探ってみたらいいんじゃないかなーって思うよ。そうですね。愛もこの後、視聴器をお借りしていろいろ聞かせていただきます。はい、ということで 7Hz のプレイナーモデルタイムレス2のレビューでした。じゃあまたねー。バイバイ。ご視聴ありがとうございました。MD ジャックチャンネルはイヤホンレビューを音と波形た言葉で表現します。チャンネル登録お願いします。